こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、お金の勉強シリーズで、自宅マンションを買ってですね、むちゃくちゃ儲かった話っていうのをですね、解説していきたいと思います。まあですね、家を買う、なかなかないですよね。マンション買うとかですね、どうしていいのかわからないっていうのがあるので、まあ今日はですね、実際僕はですね、2011年どうやってですね、マンションを買ったのか、でですね、買ってどれぐらい儲かったのかとかですね。あとまあこれね、本当に注意点なんですけれども、買ったけどむちゃくちゃ損してしまうようなね、注意点、こういった人は、マンション買って損するよとか、そういうのですね、僕自身不動産投資をずっとやってきているので、まあ投資家の目線からですね、注意が必要です。なんでですね、こんな注意が必要かっていうと、家ってね、一生に一回しかほとんどの人買わないんですよね。で、その一回で人生変わるぐらいの大きな値段を買ってしまって、後からですね、気づいた時にはもう後悔してもどうすることもできない。そういったケースよくあるんですよね。なので今日はですね、そういう風に損しないように、まあ、実際にどうやって注目するべきなのかっていうのですね、初心者の方に分かりやすく解説していきたいと思いますので、ぜひ最後までね、見てください。で、まずですね、マンションなんで買ったかっていうことなんですけども、まあ、結構僕、東京に住んでたんですよね。地元が東京でですね、まあ、それで、まあ、こっち愛知に転勤してきたんですけども、まあ、それですね、東京に比べて結構安いなっていうイメージがあって、まあ、超便利な場所、一等地とかでもですね、だいたい3分の1とか4分の1ぐらいですかね、価格。むちゃくちゃ安いんですよ、こっちって。で、まあ、借りる家賃はですね、そこまで、まあ、変わらないので、これ、買った方がいいんじゃないかなっていうのでですね、そういうふうに気がつきましたと。で、調べてみて、調べよう。まあ、そう思ったのはですね、購入を検討するきっかけですね、率直に。まあね、安いんですよ、むちゃくちゃ一等地でもね。東京が高すぎるだけなのかもしれないですけど、驚きましたね。で、まあ、じゃあね、どんなことを考えたかっていうと、当時ね、まだ不動産投資始めてない初心者の段階だったんですけども、まあ、買ったら家賃ね、どれぐらいなんだろうっていうので、ちょっと調べてみたら、まあ、大体買ったら月に7万ぐらいだったんですよね。で、まあ、それでですね、実際借りるとどれぐらいかっていうと、まあ、12万とかね、15万ぐらいかかっちゃうんですよね、買うと。借りると。で、それを比較すると、あれって言って、じゃあもう実はね、買って、そのまま転売貸したらですね、儲かんじゃないかって思って、まあそれがね、実は後々不動産投資につながるきっかけだったりとかしたんですけども、でもまあこれだったら借りるよりもですね、買った方が安いんじゃないか。まあそういう風に思い始めたんですよね。じゃあまあ買っちゃうか、みたいな感じで、まあ気楽にポンと、まあ当時むちゃくちゃ無駄遣いしてたんで、あまり深く考えずに買いましたね。で、賃貸と比較してみるとですね、まあ、この時買ったのはですね、築7年ぐらいで 2LDK で2300万ぐらいですね。むちゃくちゃ安かったですね。で、大体ね、相場が3000万ぐらいだったんですよ。で、新築を見に行ったんですけど、3500万とかしたんで、まあ、それなら、もうこのむちゃくちゃ安いから、まあ、1000万以上安いんだったらね、新築よりいいかなと思ってですね、買ったりしました。で、大体ね、諸経費がね、7% ぐらいかかるので、まあ、それとですね、リフォーム代50万ぐらいかけてですね、リフォームしたりしました。で、それで、大体本当にね、月6万3000ぐらいの返済になって、修繕費用がね、月々かかって、あと修繕積み立て費と、あと管理費入れると7万5千ぐらいでですね、収まったんで、まあ今もですね、これぐらいしか固定、家にはかかってなくて、むちゃくちゃね、安く買えてよかったなと思ってます。で、大体、固定資産税は大体年間16万ぐらいですね。で、住宅ローン減税って 1% あるんで、この借りた金額、まあこれ借りた金額なんですけど、これの 1% がですね、返ってくる税金が所得税かな、住民税から引かれるっていうのがあるんで、まあ住民税ぐらいはですね、この年間の固定資産税ぐらいは返ってくるからいいかなっていうふうに思ってます。で、まあ買っちゃおうと思って買っちゃいましたと。じゃあまあちょっとね、リフォームしてみたいって、もともとね、こうなんか白い家だったんですよね。で、なんか僕黒いのが好きなので、黒っぽく買いたいなと思って、リフォーム業者さんにですね、その買ったところの不動産屋さんの、子会社のリフォーム屋さんに見積もってもらったら、もうなんかね、フロアリング変えるだけでもね、300万とか言われて、なんかこう、床暖房とかついてたりするから、全部ひっぺ剥がしてどうこうとかね、暖房がどうこうとか、いろいろごちゃごちゃ言われて、300万はありえんだろうと思って、まあ、なんとかできないかなと思って、一括見積もりサイトがあるんで、まあ、そこにですね、書いたんですよね。フローリング変えて、あとドアとかもね、こう白いのが黒くこうなんか変えたいとかで、予算はね、たった50万円ですって書いて、そしたら全然連絡来なくてですね、一社だけね、連絡くれたとこあったんで、まあ、そこで、まあ、ちょっとお願いしますよっていう風にしてですね、ちょっとこういうイメージにっていう風にして、イメージはね、その新築見に行った時の、カタログとか見せて、こんな感じにしたいんです、お願いしますみたいなことを言ってですね、なんとか50万円で、みたいなことを言って、ちょっと考えてもらった感じですね。
で、まあそれで初めてリフォームしたと。まあとにかく安くっていうところで、まあどうやって安く買えるかっていうと、まあその時にね、そのリフォーム屋さんがですね、そのフローリングとかドアとかその木材変えちゃうとむちゃくちゃ高いんで、とりあえず上から貼っちゃいましょうと。で、意外と貼っても、綺麗にいくから貼っていいっすよっていう風にですね、まあそれで進めてもらいました。なので、ね、最近ね、上から貼るとですね、むちゃくちゃ綺麗なんですよね。かなり質が高いんで、まあほんとね、無垢の木がとかね、なんかこだわりのとかね、こう菓子の木がとかなんかわかんないですけど、なんかそういうのあるんだったら、まあそっちの方がいいかもしれないけど、別にまあ初心者、素人であればですね、全然上からね、こうペタって貼ってでも全然わからないぐらい質が高くなってますね。で、まあどうやってリフォームしたかっていうと、フロアタイルっていうのね、床はね、こうフロアタイルっていうのを貼りました。で、まあ三月っていう会社の商品だったりするんですけども、こういう風に、これ3月のページなんですけど、こう床はね、フロアタイルっていう、まあお店とかでも使われたりするんですけども、かなりね、耐久性が高くて、そんなに高くはないんですけども、もう木みたいな感じでですね、凹凸だったりとかして、かなり作り込まれてるんですよね。だからパッと見でそんなわかんないですね。で、耐久性もあるんで、まあ普通ね、クッションフロア、CF、クッションフロア使ったりするんですけども、安い賃貸とかだと、まあフロアタイルの方が個人的にはですね、好みですね。こっち結構僕、好きですね。で、あと、これをまあ、リフォームさんが提案してくれて、じゃあ、フロアタイルでって言って、で、あとリアテック、ドアはね、リアテックっていうのを貼ってもらって、まあそれも3月のメーカーで、そういうリアル、っぽい壁紙みたいな、ちょっと高品質な壁紙みたいなのを貼ってもらって、なんかもうこう、木目のイメージなんですよね。で、それをまあ、ホテルとかいろんなところに使われてるんですけども、ドアのとこにペタッとこう貼ってもらって、で、さっきのリアテックも、フロアタイルも自分で DIY でできたりするんで、楽天とかで、1メーターいくらとかでメーターで売ってるから、自分でね、貼ることもできたりするんで、好きな人は自分でやったりしますね。で僕はまあドアはですね、このリアテック貼ってもらって、やっぱドア丸ごとね、木ごと変えるとむっちゃ高いんですよ。あれ1個ね、数万、まあ多分10万近くすると思うんで、普通にリフォーム屋さん通すと。なので、その生材買ってきて、しかもこう、はまるかどうかとかもあったりとかするんで、いろいろめんどくさいんですよね。でまあそれはもう上から貼ってもらってですね、綺麗に仕上がりましたと。で、あと新築のマンションのですね、見た時に、なんかおしゃれなタイルを貼ってあったんですよね。これなんだろうと思ったらエコカラットっていうのを貼ってあって、リクシルの製品でエコカラットってあって、むちゃくちゃね、こう壁一面がね、こうタイルみたいなのでおしゃれだったんですよ。これもうぜひやりたいと思ってやってもらってエコカラット貼ってくださいって言って、まあこういうなんかこうタイルですね。これ自分の家と似てない、こういうタイルをですね、こう貼るんですよね。でもそれもね、自分でこう貼ることもできるんですけども、DIY で。まあ僕は全部やっていただいたんですけども、まあそれで結構ね、こう湿度、こう、湿気を吸ってくれて、それですね、こう、有害成分とかも吸ってですね、あとまあなんかこう、なんだろう、加湿もこう出てくるみたいな、こうなんか呼吸する、まあ土壁みたいな効果があるみたいなんで、結構ね、高製品みたいですね。まあそこそこ一面貼るのね、20万ぐらいですね。これ結構高かったですね。っていうのもあって、まあこういうのやってもらいましたと。で、まあすごいね、おしゃれになって、今はもうね、9年ぐらい住んでますけども、全然問題なく、住めてますね。まあじゃあね、買ってどうだったのっていうのを、まあ、感想っていうか、それをちょっと解説していくと、まあ本当にね、便利な、まあかなりね、便利なところに買ってあるんで、むちゃくちゃ激安でしかも買えたっていうのがね、本当に良かったですね。なのでまあ不動産は、まあその価格すごい重要だなっていうふうに思いました。で、やっぱ安くリフォームしてですね、こだわらずにですね、見栄えさえ良ければいいっていうところで、最低限、まあよくね、普通の一般のリフォーム屋さんで50万ぐらいで収まったなっていうね、まあもちろんね、自分でやれば10万とかもかからない、10万、15万ぐらいいけちゃうかもしれないんですけども、まあそんな感じでですね、実際にリフォームしてもらうっていうのはね、いいかもしれないですね。で、まあ、借金はですね、その住宅ローンは2300万ぐらいですね、1800万ぐらいになりましたね、今。なので、まあ、かなり借金はどんどんこう返していってる感じですね、月々。で、まあ、今ね、売るとどれぐらいなのっていうところで、まあ、これね、決まってないんで、むちゃくちゃ儲かったとはまだ言えないんですけども、まあ、ざっくり、まあ、不動産投資家の目から見て、この付近の物件の価格見ると、まあ、3000万から4000万ぐらいいくんですよね。まあ、そう考えると、今、借金が1800万とかなので、3000万で売れれば、まあ、だいたい1000万ぐらいは儲かるっていうですね。もし誰か間違って4000万とか買ってくれたら、そしたら2000万ぐらい儲かる。しかもね、税金かかんないですよ。3000万円までは住宅は控除されたりするんで、なので非課税でですね、ボンと現金が入ったりするんで、まあなんか売ってもいいかなとか、まあ広告作っててね、ちょっと思ったりしましたね。で、そうこうしてるうちにですね、まあいろいろこう、時間は経ったんですけども、で、実際ね、問題なくやっぱ快適に過ごしてて、本当静かで快適ですね。まあ、結構賑やかな繁華街にあるんで、まあ、うるさいかなと思ったんですけども、意外と大丈夫でしたし、まあ、不具合とかもね、住んでて、不具合はキッチンのね、こうなんか
シャワーホースみたいなところが、あと洗面台ですね。それがまあちょっと耐用年数超えてて、ちょっと劣化してですね、破れちゃったりとか、まあそういうのがあったぐらいで、あとは全然問題ないですね。で、その他全然快適なので、まあちょっとね、あえて言えば、ちょっと角部屋だったりするんで、少しね、窓がいっぱいあるから、少し寒いな、断熱が弱いんじゃないかとか思ったりとかしてますね。まあ僕もね、なんか、こんないかつくても、ちょっと実はちょっと冷え性とかあったりするんで、そういうのがあったりするから、ちょっと寒いなって思ったりするときあるんですけど、まあまあでも全然ですね、いいですね。で、まあそういう風にして、買ってきたんですけども、まあ、じゃあこっからですね、不動産投資家の目線から見てですね、買うときに、じゃあ何を気をつけるべきかというとですね、まあそこをなかなかね、一発目買う、これから買うよっていう人は、まあなかなかね、何を、気にしてたらいいのかっていうのがあるんで、まあそれちょっと解説していきたいと思います。買う時の注意点なんですけども、これね、当たり前なんですけど、立地はね、変えられないんですよ。リフォームとかね、いろいろできたりするんですけど、立地は変えられないんで、とにかく本当場所ですよね。場所どこがいいか、本当駅から遠くていいのかとか、そういったところね、後から変えれないところはね、かなり気をつけた方がいいですね。やっぱ、遠いから不便だとか言ってもね、ヘリコプターで運ぶわけにもいかないんで、立地は変えられないと、もう土地ありきみたいなね。で、さらに広さももちろん変えられない。ちょっとで増築ってできれば戸建てはあるかもしれないですけども、基本やっぱ広さ変えられないんで、やっぱ立地と広さはね、そこはね、こだわった方がいいって思いますね。ずっと住むんだとしたら。なので、そこはですね、こだわりのポイントかなと思います。で、売って買うのにだいたい 10% ぐらい手数料かかるんで、その乗ってる値段のですね、7% ぐらいで買って 3% ぐらいかけて売る。そういうイメージですね。で、さらに、買った後に転勤とかあったりとかして、すぐ売ろうとすると、もう 10% かかっちゃうんで、例えば、5000万とかで買ったとして、売買、また5000万で売ったりとかしたとしても、500万円ぐらい手数料かかっちゃうよっていうのがあるんで、税金とかですね。だから同じ値段で買って同じ値段ですぐポンと売ったとしても、そこは 10% マイナスになるって、よく覚えておいた方がいいかもしれないですね。で、こっからすごい重要なんですけども、失敗する人の特徴、どんな人がですね、失敗するかっていうと、これね、なかなか普通の人、考えてないと思うんですけども、将来いくらで売却するか、これがね、むちゃくちゃ重要なんですよ。いくらで売却するかっていうところがですね、本当ですね、一番重要になるので、そこを考えた方がいいですね。これね、リセールバリューとかいう言葉になっていて、将来のもう一回セール売る時の価格っていうイメージですね。例えば今回の場合ですね、僕は2300万とかで買って、借金が1800万でしたよと。これはね、3000万とかで売れればですね、すごいいいんですけども、もし、むちゃくちゃ物件の価格が下がってしまって、800万とかだったらどうなるかっていうと、もう売れないんですよね。800万で売ったとしても、借金がですね、1800万あるから、1000万、赤字になるんですよね。それをもう現金1000万払わないと物件売ることすらできないみたいになっちゃうんですよ。だからその買った額に対して将来ですね、物件がどれぐらい値下がりするか、なかなかね、その買う時から売ることを考えるっていうのはね、なかなかないんですけども、結婚する時に離婚のことが考えるみたいなね、そういう感じになるかもしれないですけど、ちょっとなかなかないんですけども、自分はね、一生売らないからいいよとかってそう思われる方もいらっしゃるんですけども、人生何があるかわからないですからね。いつ何時あって売るかもしれないっていうのがあるんで、将来売る時の価格は、買う時にね、ちょっと調べておいた方がいい。それはですね、強くお勧めしますね。で、持ち家と賃貸どっちがどうか、よくいろいろ議論になったりするんですけども、これね、どっちが得って言い切ってる人はまず間違いなんですよ。今言ったみたいにもう物件によるんですよ。いくらで買うか。基本的に安く買って高く売れるんだったら得である場合が多いですよね。例えば5000万で買って1億円で売れましたよって言うとむちゃくちゃラッキーですよね。これもう絶対賃貸よりも儲かりますよね。で、逆に、高く買って5000万で売ったのが、10年後売るとき2500万になっちゃったよって言うともう賃貸の方が得なんですよ。あと、いくらでその賃貸物件に住むか。そこの比較でですね、なので、本当に儲かるかどうか、お得かっていうことだけ考えるとですね、そのいくらで買っていくらで売るかっていうのといくらで借りるかっていうところの比較になるんで、ですね、どっちが楽かっていう絶対ないですよ、答えは。その人によるっていう風になっちゃうんですよね。だから本当にですね、売る時の価格、それすごい重要なので気をつけてもらった方がいいですね。で、一般的にその物件の価格ってどうやって決まるかっていうと、やっぱ新築はですね、日本高いですね。売る時のコストがかかったりとか、販売コストですね、モデルルーム作ったりだとか、宣伝打ったりとか、そういうのもあったりとか、あと新築は日本って人気だったりするんで、新築は高くても売れていくから高かったりとか、経費がかかってるんで高いっていうのがありますと。で、買った瞬間ですね、中古になるんで、そうするとちょっと価格が下がるっていうのがあります。
あとは、都心はですね、価格やっぱ下がりにくいですね、需要があるんで。だからまあ価格は高いけど下がりにくいよっていうのがメリットはあるし、逆に地方は価格がですね、下がりやすいんですよ。だからまあそこがですね、ちょっと地方で家とか買う場合は、気をつけた方がいいですね。下がってしまう可能性があると。で、やっぱ特に郊外の戸建てがですね、結構下がりやすいんで、これはね、今後、一番注意だと思いますね、郊外の戸建ては。土地の価格がですね、安かったりとかして、建物の方がですね、高いっていうのがあるんで、それがですね、ちょっと注意です。まあ、わかりやすくですね、ちょっと説明してみると、物件ですね、戸建てを、まあ、都会で買った場合に、どうなるかっていうと、家がですね、例えば2000万円で、まあ、建築できますよ、家がですね。で、土地がですね、例えば5000万円で、総額7000万です。まあ、これ高いですよね。まあ、都会なんで高めで、土地が高いと。で、家は安い。まあ、そういうイメージになりますと。で、これが、まあ、10年後とかどうなるかっていうと、家はですね、もう建物の価値って、どんどん安くなっていくんですよね。価値がなくなっていく。まあ、木造の場合は22年ぐらいでですね、税制上はゼロになったりとか、まあ、本当にですね、日本人って中古の戸建ての建物の価値でね、評価しないんで、安くなっちゃうので、まあ、例えば10年後、家がですね、1000万ぐらいになったとして、まあでも土地はですね、値段変わらなかったりとか、逆にですね、値上がりしたりとか、6000万とか1000万上がったりするとか場合があるんで、まあトータルで見ると変わらんよとかってケースがあったりとかするますと。じゃあ、郊外はどうかっていうと、これはですね、結構郊外は価格安いんですけども、それ何が安いかっていうと、まあ基本建築費はそんなに変わらないんですよね。まあ、むちゃくちゃ田舎だったりとか、まあ場所によったりするんですけども、そんなにまあ建築費はね、こだわらなければ変わらなくって、で、まあ家は同じ2000万だとすると、まあ土地が安いですよと1000万ぐらいですよっていう話になりますと。で、総額3000万ぐらいでまあ家建てました。まあよくある話ですよね。で、そうなった時に、10年後、家はどうなるかっていうと、やっぱ1000万ぐらいね、価値が下がります、10年間とかで。まあそうするとマイナス1000万円で、土地はまあ変わらなかったりとか、まあ下手すれば土地はですね、郊外の住宅地、価格が下がったりするケースも結構あるんで、もっと下がったりするかもしれないと。まあそうなるとどうなるかっていうと、もう本当にですね、まあこっちの都会の場合は、まあ土地の値上がりがあったりとかすれば、まあ7000万円、7000そんな変わらないです。まあ土地にね、かなりの部分があるっていうのがあるんで、土地の値段が変わらない。まあでも郊外は土地の値段よりも建物の方が高いんで、建物は古くなると価値が失われていくんで、うちの家はむちゃくちゃ価値があるんだとか言う人もいるんですけども、そうじゃないですよ。他の買いたいと思う人がそんな価値を出さない、見出さないっていうのがあるんで、一般的には下がりやすいんで、まあこういうのはですね、注意が結構知らない、普通の人は知らなかったりするんで、まあ注意が必要ですね。で、前も一回出したことあるんですけども、まあ、現代ビジネスとかですね、いろんな記事ですね、駅の近くのマンションのリセールバリューとかをですね、こう、まとめてくれてたりとかするので、まあ、それもよく見といた方がいいですね。例えば、まあ、これ港未来とかであれば、148% 価格が10年間で上がったところですね。で、まあ本当にこの駅の平均値で見ると10年間でもう本当 1.5 倍ぐらいまで物件上がるようなエリアもあったりするんで、まあそうなるとですね、借りるより買った方が得ですね、かなり。っていう風になります。まあその代わり元々の価格が高いってなるかもしれないですね。なのでまあ、豊洲とかですね、お台場とか品川、表参道とか、まあそういった値上がりしてるとこはまあ、いいところがありますと。で、逆に、リセールバリュー悪くなったワーストどうなってるかっていうと、これ、関東近郊なんですけども、ちょっともう場所はですね、隠しちゃってるんですけども、でもこのリセールバリュー見てください。58%とか55%、54%、50%とかになってるんですよ。これね、どういうことかっていうと、例えば、5000万円でマンション買って、10年後にその 1.5 倍になったらですね、7500万になるマンションもあれば、逆に場所が悪ければですね、5000万で買って1010年後に2500万になる 50% なんで、にマンションもあるってことなんですよ。だから、賃貸持ち家と、賃貸どっちがいいかって、買う物件ですね。で、それが値上がりするかどうか、トントンだったら全然ラッキーなんですけども、こんな風に場所によってはですね、大きく値下がりしてしまうケースがあるんですよ。で、どう考えても10年間で価格が半額になってしまうと、これ、家賃で取り返せないんで、かなりですね、損失出してしまうケースがあるんで、これね、知らない人多いですよ。だから、本当に、こういう風にリセールバリューによって、最後どうなるか、よく知らない人もいるんでですね、ちょっと気をつけた方がいいですね。で、まあ、リセールバリューどうやって予想するのっていうと、結構まあ難しいんですけども、まあ、比較的ですね、簡易的な方法としては、買いたいエリアの物件を見てですね、で、似たような物件をピックアップしますと。で、それで、似たような物件で築年数をですね、こう比較して新築、築10年、築20年、それでどれぐらい価格の差があるかっていうのをですね、まあ、さらっと見ておくことで、大体のリセールバリューですね、その時点の予想はできると。
例えば新築が3000万で、築10年もね、2800万とかで、築20年も2500万とかだと、意外とですね、こう緩やかなんですけども、新築ね、2000万とかで、築20年で、1000万とか半額になっちゃうよ、みたいなケースもあったりとかするんで、そういうエリアで新築建てるとですね、かなり負けそうな予感はしますよね、20年後。今より人口が減っていくので。そういう考え方をしてですね、どうなるか。新築の戸建てが2500万円で、例えばね、20年後、築20年が1000万とかの、この差がですね、これがリセールバリューになったりするんで、この20年後にね、むちゃくちゃね、開発されて電車が通ってむちゃくちゃ地価が上がる。そういうラッキーなケースもあるかもしれないですけども、あんまないですよね。残念ながら。だからね、そこはね、ほんとね、気をつけた方がいいですね。リセールバリュー。で、さっきちょっと出したんですけども、やっぱ価格とですね、築年数の日本の物件の推移はですね、やっぱ新築が一番高くて、一回でも入居して中古になるとやっぱみんな新築好きっていうのがあるので、ちょっと価格差がありますと。で、途中からなだらかになるので、買うのであれば、このようにですね、なだらかになったところで買った方がいいかな。そういう風に感じますね。これ車とかもこういう、リセールバリューになったりとかするので、同じようにですね、価格が高いものを買うときは、どうしてもね、新車がいいよとか、どうしても新築がいいよとかね、そういうのあればですね、いいんですけども、こだわりがなければ、この辺買っといた方がですね、お得かな。そういう風に個人的には思ってますね。で、これね、よくある失敗なんですけども、一生に一度の買い物ですと家は、張り切ってですね、理想の家に仕上げたい。もうこだわりの家をね、作ってね、お金をかけて、いい絵を選んで注文住宅するよとか、デザインこだわったりとかですね、もうフローリング、無垢の木を木材よとか、いろいろもうお金かけまくりますと、全然それはありなんですけどね。で、ただ、気をつけなきゃいけないのは、何やってもいいんですけども、売るときにほぼ価格反映されないケースが多いんで、これね、むちゃくちゃ注意ですね。で、本当にこだわるのも別に、本当に一生に一度の買い物だから好きなものを全然作ってもらっていいし、それで人生豊かになるんだったら、その人次第、その人を否定するわけじゃないんですけども、ただ、価格は、売るときは安いっすよっていうのは知っといてもらった方がいいです。で、なんでかっていうと、いかにこだわってようが、古くなるとですね、売れないですよ、高い値段で。で、たまに、デザインとかこだわりまくって、へんてこりんな家になったりとかすると、逆に価格下がるケースありますね。その人にとっては特別な絵かもしれないですけども、その人限定になっちゃうんで、むちゃくちゃ有名なね、デザイナーが世界的な建築家かとか言うと、付加価値つくかもしれないんですけども、大体暮らしにくいんで、敬遠されるケースがありますね。よくね、大切に使ってたんで綺麗です。とか書いてあったりするんですけども、やっぱそれで価格は上がらないですね。なのでかなりシビアなので、全然ですね、家とか建てでもいいんですけども、こだわっても価格に反映されないよっていうのはですね、知っといた方がいいですね。これ失敗してる投資家の方とかですね、いたりしましたね。ということで、あとですね、ちょっと話は変わるんですけども、よく聞かれる質問で、不動産投資やるときにですね、自宅を買うと不利になるかどうかってよく聞かれるんですけども、これは、不利になるかどうかは物件次第なんですよね。で、僕自身、不動産、最初に住宅ローン組んでたけど、全然影響なく買えてるんで、そういう人もいると。何が違うかっていうと、これね、物件の価格、借金よりもですね、銀行の評価の方が、大きければ OK っていうことですね。ちょっとこれ逆ですね。銀行の評価の方が大きければ全然 OK ですね。なんでかっていうと、でも一般的な銀行の評価よりも借金の方が多くなっちゃうんで、信用を毀損してしまって、不動産買いにくくなるっていうのがあります。で、僕の場合は、銀行の評価額よりも安く買って、借金がかなりあるんで、借金の方が少ないですね、評価額よりも。っていう風になると、含み資産として見られたりとかするんで、本当にね、住宅ローンよりも、評価がある、物件評価額の方が高ければ、それはね、担保余力が出たりとかして、プラス含み資産として見てもらったりします。なので、本当にね、いくらで買うかっていうのと、あと、借金がいくらあって、それがですね、銀行の評価額、どっちが高いか。そこがですね、結構効いてくるんで、ちょっとですね、気にしてみてください。で、やっぱ家を買うってなかなか難しい問題ではあるんですけども、価値観は人それぞれなので、今出したのはあくまでね、別に人生どうこうっていうその人を否定するわけではなくって、もう広いね、庭が欲しいとか、広い家が欲しい。それで豊かになるっていう、そういう価値観であれば全然買ってもいいですし、人生としてですね、どういう自分が過ごし方をすれば幸福になるのか、それのために家買うって全然ありだと思います。
ただ、売却するときに儲け方っていう、投資家なので、その利益とか、そういうのをシビアに出していくと、そういうふうにですね、値下がりしたりとかすると、後で大変なものになっちゃうよっていうのがあるんで、こんなはずではなかったっていうふうにね、蓋開けてみてならないようにしてほしいなと、そういうところはちょっと気をつけてですね、解説したりとかします。で、このお金のシリーズはですね、他にもいろいろですね、お金の勉強のシリーズやってて、どうやってですね、お金貯めていくかとか、損しないようにとかですね、金利の話とかですね、わかりやすく最新リストを作ってるんで、詳細欄貼っとくんでぜひ見てください。あとブログでですね、今日の内容を紹介してるんで、それもですね、合わせて見てみてください。ということで、マンションを買ったまとめなんですけども、意外とですね、当時、一棟目って一発目買ったのにしては、安い立地、安い物件をですね、いい場所に変えたかなっていうふうに今思ってます。で、安くリフォームしてですね、安く仕上げてるんで、意外とですね、高く売れそうかなと思って、これもね、取らぬ狸の川残業みたいになっちゃうかもしれないですけど、いきなり暴落が来るとかですね、なんかあるかもしれない。これはまだ、儲かったと言い切れなくて、そう思ってるだけですね。で、売るまでは利益は確定はできない。これね、不動産投資も一緒ですし、この住宅のですね、賃貸とかに関しても、この住宅ローンに関しても同じですね。で、特に今日表彰したいのはですね、売る時のリセールバリューですね。いくらで売れそうか何年後。その時に、住宅ローンの借金に対して、どれぐらいの価格で売れそうか。これね、予想するの難しいんですけども、ただですね、今までのデータを見て、ちょっと考えてみてですね、そういう風にしてですね、売る時に、こんなはずではなかったって人はですね、減ってもらえばいいなとかって思って、解説してます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったらですね、高評価いただければ嬉しいです。で、このチャンネルはですね、お金の勉強とかですね、あと経済ニュースとか、役立つ情報を発信していってるんで、もしよかったらですね、チャンネル登録をお願いします。またですね、引き続きいつもコメント高評価ありがとうございます。役に立ったらですね、シェアしていただいたりとかコメントいただけるとすごい嬉しいです。またですね、Twitter で有益な情報を発信していってるんで、よかったらフォローしてください。あとブログもやってるんですね。ぜひ、役立つ情報を発信してるんで見てみてください。それどうもありがとうございました。ウィー。